タゲホウ。どうも、じゅんこまチャンネルです。今回は視聴者の方々より質問が多かった台湾人と中国人の見分け方についてご紹介したいと存じます。はい、結論から言いますと、中国語を学んでいない場合、見分けが非常に難しいということです。はい、ただそれでは何の役にも立たないゴミのような動画になってしまうので、今回は中国語がわからない場合でも少しでも見分けられる方法をご紹介したいと思います。特に最近の台湾人は中国人と言われることを大変嫌います。また逆に中国人は台湾人が日本で好意的に見られているということを知っており、台湾人になりすますこともあるようです。ですので、台湾好きであれば、この動画を最後までご視聴いただき、参考にしていただければと存じます。はい、ではまず1つ目。一番簡単かつ確実な方法です。それは、パスポートの色を見ることです。台湾は緑、中国は赤。ただ赤といっても、日本のパスポートよりもちょっと暗い感じの小豆色といった感じでしょうかね。はい。しかし、みんなパスポートを首から下げて街中を歩いているわけではないので、判断材料として使える場面は限られてしまいますね。はい、次に外見ですね。ちょっと語弊のある言い方ですけども、怒っているような顔立ちなのが中国人、愛嬌のあるのが台湾人。ただこれは人によって台湾人でもムスッとしている人もいれば、愛嬌のいい中国人もいるので参考程度にしてください。はい、次。髪型や顔、はい、これだけで見分けるのはもうほぼ無理です。はい、じゃあ次、肌の色ですね。両国とも女性に関しては日焼けを嫌がる傾向があるので見分けは難しいですが、男性については南国の台湾で過ごしているため日焼けをしていることが多く、また中国は PM2.5 の関係なのかマスクを着用して外出も控えるなどの関係で日焼けしている人は少ないと感じております。ただこれも人それぞれ生活スタイルによって日焼けしていたりそうでなかったりするので、台湾人男性は比較的日焼けしているという参考程度の判断材料になります。はい、好きなブランド。中国人は MCM とかいう金属のトゲトゲがついたバッグやリュックを持っていますが、台湾ではこの MCM は人気があるわけではないので、このバッグを持っていたら中国人と考えて良いかと思います。はい、これは流行り廃りがあるので、数年後にはこの方法が当てはまるかどうかは別物になります。はい、次、仕草。はい、スマホの使い方ですね。こんなようにしてスマホに話しかけているのはかなりの確率で中国人だと判断できます。はい、これはなぜかというと、中国語のコミュニケーションツールの WeChat という LINE のようなアプリですね。で、音声を送る機能が広く受け入れられているからです。LINE などにも今は実装されている機能ですが、日本人や台湾人はひたすら指でメッセージを送ると思いますが、中国人はもちろん指でメッセージを書くこともあるんですけども、話した声をメッセージとして送ることが結構あり、その時に取る仕草がこんな感じのスタイルでございます。はい、これは中国人ならではのものとなります。はい、じゃあ次、大声で話す。これは比較的当たりやすいのかと思います。台湾人は結構周りの様子などを気にして大声を出していけない場所ではその場に合わせた声で話すのですが、中国人はどこでも大声で話すことが多いです。次は三越デパートで買い物しましょうよというような会話でさえ喧嘩で怒鳴ってるくらいの音量で話しています。逆に言うとそれだけ元気だということですけどね。はい、その点台湾人は普通の会話に関してもどこか遠慮気味に話しているような感じだと思っております。はい、次、中国人は痰を吐く。昔よりはだいぶ良くなったとはいえ、未だに痰を吐くのを恥ずかしいと思わない中国人は多いようです。台湾で痰を吐く人はあまり見かけないので、痰を吐く人は台湾人ではないと判断できると思います。買い物の際にお礼を言う。はい、これは習慣の問題で個人差もあり、
日本人でも買い物の後にありがとうと言う人と言わない人がいるので一概には言えないのですが、中国人は買い物とかのシーンでめったなことではありがとうとは言わないので、ありがとうや Thank you などと言ったら台湾人または香港人である可能性が高いです。次、指数字の使い方。数字を相手に伝える際に指による表現が若干異なります。例えば7の場合ですけど、日本人はこうしますけども、中国人はこうします。で台湾人はこうします。もしくはこうですね。8は中国人はこうですね。台湾人はこうします。はい。で9は中国人はこう。で台湾人はこう。はい。で10は中国人はこうですね。台湾人はこうやりますね。では次はというと、仕草じゃなくて今度は中国語の発音です。で中国語を学んだことがある人なら多少はわかると思うのですが、今回は中国語を学んだことのない人のための解説なので、ざっくりとした感じでご紹介いたします。台湾ではいわゆる中国語を第一公用語として使用しており、中国で使われている中国語イコール北京語の文法や単語とほとんど一緒でございます。ざっくりした例で言うと、イギリス英語とアメリカ英語の違いのような感じですね。はい、ただ発音に関しては中国では建絶音と言われる巻き舌音を使っていますが、台湾人はあまり巻き舌音を出さないので、巻き舌音を出すのが中国人と判断することができます。で、巻き舌音とはこんな感じですね。我跟我的那个司导说话，每天要跟他聊天，因为有很多东西。我跟你说，我平时说话都很使劲儿，就我只有跟你说话的时候不使劲儿，然后每次出去讲东西的时候，我就得特别使劲儿。はい、ちなみに台湾人の中国語はこんな感じです。他们基本上或是一件 T 恤卖2000块、1500、1300，基本上它成本还是100块，基本上的袜子还是成本还是30块、40块。はい。またこの動画、台湾人が話す中国語のアクセントを説明しているので、興味がある人はご覧いただければと思います。はい。ただ、中国人の中でも南方の人たちですね、広東省や福建省などの人たちは巻き舌音で話さないことがあるので、巻き舌音が聞こえないイコール台湾人と判断することはできません。はい、で語学習得には時間がかかるものですので、とりあえずこんな感じに舌を巻いて話す人がいれば中国人であると判断してよいかと思います。こんな感じですね。はい、以上が中国語ができない人が街で台湾人か中国人かを見分ける判断材料でした。純コマチャンネル。はい、でもし話す機会がちょっとでもあって台湾人か中国人かを知りたい場合は、台湾人ですかと聞くのが良いかと思います。中国人が台湾人に間違われることは何とも思わないようですが、台湾人は中国人に間違われるのを非常に嫌がります。ですので迷った時には台湾人ですか Are you Taiwanese? みたいに聞けば良いかと思います。また冒頭にも述べましたが、台湾人になりすます中国人もいるようですので、もし台湾人だという回答があったら、台湾 is beautiful とか台湾一番とか台湾は素晴らしいと褒めてみると、台湾人になりすました中国人は気まずい顔をするかもしれませんね。ただ蔡英文が素晴らしいとか独立頑張れなどのような国内でも意見が分かれているような言葉は避けた方がよろしいかと思います。純コマチャンネル。はい、さて次はネットにおける見分け方です。YouTube への書き込みは捨てアカウントなどで書き込んでいる場合がありますので、名前だけで判断するというのは難しいですが、台湾メディアの自由時報や連合報などの記事への書き込みは Facebook アカウントと連携して書き込みを行っており、書き込みした人のアイコンをクリックすることでその人の Facebook を見ることができます。これで捨てアカウントなのかちゃんとしたアカウントなのかをある程度見分けることができるとともに、アカウント名が本名である可能性が高いです。ではまず名前がローマ字で書かれていた場合、台湾人はウェイド式というローマ字表記を使うことが多く、中国人や華僑については漢語ピンインと言われるローマ字表記を使って名前を表します。では簡単に違いについて説明します。
まず台湾人が使わない子音のローマ字は QXZ となります。逆に中国人が使わない子音のローマ字は HS、TS、TZ となります。例えを出しながら説明します。まずは Q からです。直木賞作家の邱永漢さんの場合、帰化後の名前なんですけども、説明のためです。中国語ではこう。もし台湾式に表記するのであれば、こんな感じですね。次に民進党の頼清徳さんの場合、中国ではこう。台湾ではこんな感じですね。次に X の場合、ビビアン・スーの場合は中国ではこちら、台湾ではこちらですね。謝長廷駐日大使の場合は中国ではこちら、台湾ではこちらのように表記されます。はい、次に Z ですね。ザンホエメイの場合は中国ではこちら、台湾ではこちら。ジョージ・エルンの場合は中国ではこれ、台湾ではこちらになります。このように QXZ が名前に入っていたら中国人である可能性が高いですね。はい、ただ台湾人も香港人もそうですけども、イングリッシュネームを使っている可能性があります。で、例えばザラチェンというような場合であれば、この場合は当然 QXZ のルールは適用されません。今度は台湾でしか使わない、つまりウェイド式のローマ字綴りをご紹介いたします。HS は先ほどの X のところで紹介しました。これですね。あとは高尾とかはこんな感じですね。はい、次に TS ですけども、蔡英文の場合は中国語で表記するならばこれ、台湾であればこんな感じですね。呉清峰さんの場合ですと中国語ではこんな感じ、台湾ではこんな風に表記いたします。次に TZ の場合、この人の場合は中国語ではこんな感じ、台湾ではこのように表記いたします。はい、ウェイド式の特徴として子音、母音、H という表記が多いということですね。はい、例えば社とか陽とか月、死とか死とか日などですね。はい。他にもまだまだ異なる点はありますが、これ以上述べるとかなりの時間がかかるので、詳しく知りたい方はウェイド式というキーワードで調べていただければと存じます。純コマチャンネル。はい、次に漢字表記の名前で判断する方法です。こちらはまずこれをご覧ください。これは台湾における外省人に多い姓を列挙したものです。つまりここに載っている姓であれば、外省人または中国人である可能性が高いというふうに判断できます。はい、資料として9割、8割、7割、6割の確率で外省人の姓であるというものを列挙いたしました。はい、この問題としてよく見かける陳さん、林さん、李さん、王さん、張さんなどの姓では全く判断できないという点ですね。また2文字の姓名、例えば李、宝とかですね、2文字の姓名は中国人であるという人もいますが、台湾人にも2文字の姓名の人がいるので判断材料にはなりません。つまりありふれている姓であれば判断するのが難しいということですね。はい、あとは最後に中国語の文章から判断するという点ですが、簡単な見分け方としては反対字と簡体字のどちらで書かれているかということです。簡体字は漢字をかなり簡略化したもので中国で使われている文字です。台湾では反対字と呼ばれる日本でいう旧字体のような文字を使っております。広島を例に例えると簡体字はこんな感じ、日本語はこんな感じ、反対字はこんな感じとなっております。はい、でこれで簡体字で書かれた書き込みはほぼ中国人と判断することが可能かと思いますが、最近は簡体字を自動的に反対字に変換するツールもあって、反対字での書き込みイコール台湾人と判断することはできません。ですが反対字の文章でも次のような特徴があるものに関しては台湾人の書き込みである可能性が高いです。はい、それは台湾で使われている中音符号、いわゆるボポモフォと言われる表音文字が文章内に入っている場合です。中音符号とは
子音21個、母音16個、合計37文字からなる表音文字で、台湾では小さい頃から小中学生くらいまで使われているものとなります。例えば、この Y みたいな文字や、へみたいな文字、ちみたいな文字や、さみたいな文字、せみたいな文字です。これらの文字は台湾人なら誰でも読み書きできるのに対して中国ではほとんど使われていないので、この中音符号が文章内にあったらかなりの高い確率で台湾人であると判断できると思います。はい、本日は以上となります。今回はあくまでも中国語を習ってない人でも見分けられる方法ということで、誤解を招きやすい見分け方もあったと思います。台湾の成り立ちを考えれば外見だけでは判断できないという点を注意して、この動画で述べた見分け方を使っていただければと思います。この動画が皆様のお役に立てれば幸いでございます。あとできればチャンネル登録していただけると今後の動画作成の励みになりますので、ぜひぜひお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。それではまた。財源。バイバイ。